こんにちは、聖堂です。懐が深いという表現があります。包容力がある人を懐が深い人というように、字の世界にも懐の深さはあります。しかし、どんな字が懐が深いのかと聞かれると、結構イメージは曖昧だったりします。そこで今日は、懐が深い字とは何なのか、具体的な例で探ってみたいと思います。まずイメージ作りから。懐が深いという言葉はスポーツでもよく使われます。例えば相撲。組み合った時に相手がなかなか中に入ってこれない、回しを取れない、そういう力士を懐が深いと言います。注目はここ。相手との中に空間が生まれています。相手も懐が深いと空間はさらに広がります。懐、すなわち空間と読み替えていいかもしれません。空間は今日のキーワードです。では、これらの字をご覧ください。印象としてなんだか窮屈な感じがしないでしょうか。こんな風に調整してみます。良い感じになりました。もう一度。違いはこの空間です。ひらがなも同様。この空間が字にゆとりと余裕をもたらします。すなわち、懐が深い字になります。こうした懐を深くするためのポイントはいろいろあります。今回はその中で、配置、方向、接筆に関する手法をお届けします。まず配置の中で辺と作りの関係から。いろんなパターンがありますが、今日注目いただきたいのは、辺と作りのどちらかがこのように細長い場合、細長いのにそのまま並べてしまうと、非常に接近した窮屈な感じになってしまいます。この場合は文字だけでなく、周りの空間もその一部だと思って書いてみましょう。そうすれば、おのずと過度な接近は抑えられます。そしてさらに重要なのは、こちら側にも空間があるという点。この空間を無視して端に寄せるとどうなるでしょうか。懐の深さを超えて単に間が抜けた字です。両方の空間が字の一部だと考えれば、左右に適度なゆとりが生まれる、とても有効な考え方です。懐の深さは辺と作りのような大きな関係だけではなく、字の一部、点画の配置にも存在します。この三髄に注目してください。今小さく変化したのが見えたでしょうか。最初はこの形でした。3つの点画が縦に並んでいます。それを三髄の法則に従い、わずかにずらしていきます。特に2画目は外に上に。するとどうでしょう。このような三角形が生まれます。これも懐です。次。心も懐が効いてくる字です。点をちょんちょんと並べて打つのがよくある書き方。これを思い切って離します。外に飛び出るぐらいで構いません。次は方向によって生まれる懐。最初は払い。この第一画。こんな風に立てて払う方が多いですが、これでは線で囲まれた空間が非常に狭いものとなってしまいます。ここは真横に近いぐらいの方向に払いましょう。効果は抜群。余裕が感じられる字になりました。こちらは見ていただければ明らかです。このような谷は全く魅力的ではありません。これこそが深い懐です。羽の方向も重要なポイントです。ここを鋭角に跳ねるか、角度をつけて鈍角に跳ねるか。小さな違いなので、
どう跳ねても良さそうに思えます。しかしこれは字をどのように書こうとしているのか、その意識が現れています。特にこのように次につながる点画がある場合、鋭角の羽は最短距離で次へ進むルート、鈍角の羽は遠回りする迂回ルートです。羽自体はほんのわずかでも、遠回りすることで不思議なほど文字全体にゆとりをもたらします。まさに懐です。次は点画の広がりです。同じような線が2本3本と連続する場合、それを放射状に広げると思わぬ効果が生まれます。これを平行に書くか、広げるか、こちらに大きな懐の深さを感じないでしょうか。これまでの合わせ技がこの杉。まず辺も作りも細いのでスペースを取ります。縦に並んだ3本の払いに段差を設けます。そして払いの方向を放射状に。ビフォーアフター比較してみてください。最後にもう一つ、全く別の切り口から。この他の字として問題はありません。いわゆる配線できりりと内側に絞られています。これはこれで良いのですが、もしこれに多少のゆとりを持たせようとすると、どうすれば良いでしょうか。まず思い浮かぶのは、配線の逆、後線にすることです。確かに柔らかな印象になりますし、実際行書では対応されます。しかしこれは今日のポイントではありません。ご紹介したいのは、配線のままでもゆとりを持たせる方法です。まず、ここを開けます。全く独立していた空間に少しつながりが生まれます。そしてさらにここも開ける。どうでしょうか。一気に風通しが良くなりました。懐が空間であるとして、最初の密閉状態を解放したのがこちらです。最初の字が悪いわけではありません。しかし、ゆとりという名の懐を加えたいと思ったとき、有効なのが話す接筆です。詳しくはリンクの動画をご覧ください。覚えておいて損はありません。まとめます。懐の深さは空間。字に余裕とゆとりをもたらします。懐を乱す工夫は配置、方向、接筆。配置は辺と作りの距離、特に細い場合。点画のずれや間隔の調整です。方向は横への払い、鈍角の羽、放射状の広がり。そしてあえてつけずに離す接筆。これらが有効です。工夫はこれ以外にもありますが、まずはこの中でこれはと思うものがあれば積極的に取り入れてみてください。ご視聴ありがとうございました。